年末年始どこにも行けず、暇つぶしに Google マップを眺めていたら面白かったので、ゲームに出てきた街と現実の街を比べてみました。今回比べたのは2015年に発売されたゲーム「アサシンクリードシンジケート」です。舞台は19世紀産業革命期のロンドン。ゲームと現実の差、過去と現在の差があると思いますが、見ていきましょう。まずは全体です。ゲームではホワイトチャペル、シティ・オブ・ロンドン、ストランド、ウェストミンスター、テムズ川を挟んでランベス、サザークとなっています。今の地図に重ねるとざっとこんな感じでしょうか。次はもう少し詳しく見ていきます。まずは川の南側、ランベス、サザークから。ゲームでは川のすぐ近くにランベス宮殿があります。現代のロンドンではどうでしょう。ありました。建物の配置や塔のような部分も確認できますね。線路沿いに進むと駅があります。ウォータールー駅です。そこからさらに川沿いに進むとロンドンブリッジ駅。こちらはゲームと比べると少し遠い感じがしますね。ランベス、サザークでした。次はテムズ川に架かる橋を見ていきます。南西側からランベス橋。ゲームではすぐそばに鉄道橋がありますが、ありませんね。次はウェストミンスター橋。ハンガーフォード橋でしょうか。ウォータールー橋。ブラックフライヤーズ橋と鉄道橋。サザーク橋とキャノンストリート鉄道橋。後ほど紹介しますが、キャノンストリート駅はゲームと現実と位置が少し違うみたいです。この辺りにロンドン橋があるはずなのですが、ゲームにはありません。ゲームのマップ外にうっすら映っているのがおそらくロンドン橋でしょう。さらに進むとタワーブリッジ。すぐそばにロンドン塔があります。ゲームでは第一次世界大戦の世界に行くことで見ることができます。タワーブリッジとロンドン橋を間違えるのがあるあるみたいです。シティ・オブ・ロンドンはこの目立つ建物から。セントポール大聖堂です。現実でも存在感ありますね。東に進んでいくと銀行や王立取引所などがあるのですが、その途中に塔のようなものが見えます。ゲームのマップでは特に説明がありませんが、似たような位置に似たような建物があります。同じ建物でしょうか。イングランド銀行、王立取引所、マンションハウス。別角度から建物の位置や交差点の感じなどよく似ていますね。現実のロンドンではここにキャノンストリート駅があります。ロンドン大火記念塔です。今度は西に進みます。先ほどのセントポール大聖堂の南西に
ゲームではキャノンストリート駅、現実ではブラックフライヤーズ駅があります。北に進みます。特徴的な円形にくり抜いたような交差点が一緒ですね。ホルボーンバイアダクト、ここを見つけた時はちょっと感動しました。すぐ近くに似たような教会もありますね。ここから少し東に進むとセントバーソロミュー病院があります。建物の向きは少し違いますが、おおよその位置やこの字型に配置された建物は同じですね。少し戻って先ほどの駅の方に向かいます。ゲームではここにテンプル教会が、現実では別の教会があります。現実では少し西に行くとテンプル教会があります。ゲームはというと、名前はついていないものの教会があります。ゲームと現実で入れ替わっていますね。シティ・オブ・ロンドンでした。ホワイトチャペルは切り裂きジャックによる事件が起きた場所です。この道の感じ、似ていますね。見落としているだけかもしれませんが、ゲームに出てきた建物があまり現存していないようで、見つけられたのはこのスピタルフィールズ市場だけでした。この教会、市場との位置関係は似ていますが別の教会です。向きを変えればこっちの教会という解釈もできそう。ストランド見ていきます。まずは北にあるセントパンクラス駅です。少し形は違いますがなんとなく似ていますね。現実のロンドンのすぐ隣にある駅はキングスクロス駅。ハリー・ポッターの9と4分の3番線で有名なところです。映画ではセントパンクラス駅の外観がキングスクロス駅として登場しています。次はリンカーンズ・インフィールズ。ゲームだとすぐ近くですが現実では少し遠いですね。コベントガーデン、すぐ隣の教会も一緒ですね。ゲームではすぐ南、現実では少し東に行くとセントメアリールストランド。本当に道の真ん中に立ってますね。西へ行くとチャリングクロス駅。すぐ近くにはスコットランドヤード。トラファルガー広場周辺の教会やナショナルギャラリーなどもほぼ一緒ですね。北へ進むとレスタースクエア、隣にはアルハンブラ劇場。火災で焼失しているので建物は残っていません。現在は映画館が建っています。同じ公園かな。ストランドでした。最後はウェストミンスター。ウェストミンスター宮殿周辺から見ていきます。まずはウェストミンスター宮殿。ロンドンといえばここのビッグベンを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。学校のチャイムとしてよく耳にするキンコンカンコンというメロディーはここの鐘です。お隣はウェストミンスター寺院と
聖マーガレット教会。西へ行くとビクトリア駅、そして北へ進むとバッキンガム宮殿。庭の広さが違いますが建物の配置などほぼ一緒ですね。少し分かりづらいですが池の形も似ている気がします。こっちの池の形も似ていますね。この辺りはお役所がたくさんあります。一押しはダウニング街10番地首相官邸です。配置もだいたい一緒ですね。この辺りは建物が多く、じっくり見るともう一本動画が作れそうなのでこの辺にしておきます。ウェストミンスターでした。どうでしたか？紹介できていない場所や見落としている場所などあるとは思いますが、ゲームに出てきた場所をほとんど見ることができたのではないでしょうか。実際の地図を見ながら比べると再現度がより分かりやすいですね。アサシンクリードシリーズはマップだけでなく時代の再現もすごいので歴史観光ゲームとしてもおすすめです。シリーズの別作品ももっとやってみたいですね。それではご視聴ありがとうございました。